はい、こんにちは。海軍です。今日はですね、Figma のプロトタイプ機能の解説をしていこうかなと思います。その中でも、ページ内スクロールという機能と、コンポーネントっていうね、仕組みが組み合わさった時に、あれなんか動かないぞっていうね、相談をいただいたので、それについてやっていこうかなと思います。動画見るだけでね、プロトタイプ機能の理解とか、コンポーネントとかの使い方とかはちょっとね、学べるかなと思いますので、ぜひね、興味のある方は見ていってください。で、今回の題材なんですけど、動かないっていうね、相談いただきました、プロトタイプが。で、何が動かないのか、ちょっと見ていくとですね、はい、仮にですね、こういうヘッダーのナビゲーションにメニューって押したら、ドロップダウンでね、こういう、ものがあって選択肢が。で、コンテンツにって押したら、こうスルスルスルってね、このスクロールするような、プロトタイプを作りたいみたいな相談なんですよ。で、ちょっと設定してないんでこれ動かないんですけど、これは動かないというものと設定ができないっていう相談なんですよね。で、なんで設定できないのかっていうと、こういう風なね、構成に多分なっているかなというのがありまして、要はコンポーネントですね。これヘッダーの、部品と呼びましょうか。初心者の方もいらっしゃるかなと思うので、ヘッダーのコンポーネント部品と、このメニューの部品っていうのを別でちゃんと定義しておいて、でそれを、コピペというかしてこちらで呼び出すみたいな風にしているんですね。なので、プロトタイプ設定としては、このメニューっていうのをクリックしたら、このヘッダーのメニューをクリックしたらね、このメニューが下に開くというような設定に今なってるんですね。ポジションマニュアルでオープンオーバーレイっていう設定ですねを使ってこのメニューを押したらここら辺に出てくるというようなコンポーネントのものをこちらで使っていると。ただこのコンテンツっていうやつをね2って押したらここにスクロールしてほしいと。なので普通に考えるとですね、ここからピーってねこうスクロールの設定があるので Figma にはこれ伸ばしたいものなんですけども、あれれれれとねこのコンテンツ2っていう枠に遷移先を飛ばせないんですね。この関係性だと。なので設定ができないという相談なんですよ。このね、デザインっていうこの枠には当てられるんですけど、このね、コンテンツっていうところには当てることができないというものがお悩みになっています。こちらはですね、ちなみにこの UI 自体、このね、メニューがここにあって押したら、このページ内スクロールが出るっていう、もの自体はちょっと僕は若干微妙だなと思いつつも、こういうのもしやりたい時にどうしたらいいのかっていう解説をね、今回はしていこうかなと思ってます。はい、で今回の目次と内容についてなんですけども、今回ページ内スクロールとコンポーネントの関係性についてやっていきますと。で次にうまく動かない理由をね、この後喋っていこうかなと思ってるんですけども、基本的にアクションするものとそのアクションした後にそれが操作とか動作が行われるコンテンツっていうのは、同じブロック内にないと、Figma の仕組み上少なくとも関与することができません。これはね、ただ言ってもコード書くときも、100% じゃないんだけど、基本的にはこのことが当てはまるかなと思います。その話をしていきますね。で、その次にどういうふうに改善すると意図したような動きになるか、ここをね解説していくことによってプロトタイプ機能とかコンポーネントとかの関係性をちょっとね深められるかなと思いますので、初心者の方はぜひね、見てみてください。で最後にですね、一応この UI 自体がねあんまり良くないので、こちらについてもちょっと説明して終わろうかなと思います。はい、今回のねこの、題材に関しては僕がやってるねボノというですねサービスがありまして、その中でこういうねコースとか UI/UX デザインが学べる初心者向けのコースと、あとスラックでねオンラインコミュニティを運営しながら皆さんスキルをね、身につけていけるようなサービス提供してるんですけど、その中でFigma の使い方の相談チャンネルがあるんですけども、そこで相談をもらった内容になっております。はい、私ね YouTube 以外にもこういうねボノっていうもので、ちゃんと深くデザイン UI/UX について学べる、どうやったら顧客に対してデザインで価値提供できるのか、はい、そこに重きを置いてデザインを教えるようなサービス、学べるようなコース提供してますので、はい、ちょっと有料にはなるんですけども、ぜひね概要欄の方にボノの URL 貼っておりますので、ぜひねチェックしてみていただけると嬉しいなと思ってます。
はい、それではね、何が良くないのかっていう話をね、していきます。はい、逆に言うとね、本当にできるのかってことを先にお見せをするとですね、はい、うまくいってる例としては、こんな感じでですね、できるんですよ。はい。これちゃんとうまく設定した例です、僕が。で、これ何がね、こちらうまくいってないかっていうと、最大の分かりやすい要因で言うと、この外側にある、要はこの、実際にデザインしたいページの外側にある、コンポーネントですね、UI の部品からコンテンツ内に遷移をつなげることができないっていうのが最大の要因になってるかなと思います。はい。で、コンポーネントとかの整理をするとですね、皆さんやっぱりこういう風になんかヘッダーとかメニューとかを外出しして、そこを呼び出す、このデザインするページの中に呼び出していくっていうような動きをするかなと思うんですよね。はい。なので、シンプルに言うと、多分このメニューの開閉がなければ、このメニューをコピーして、これダメなんだよね。この中に適当にコピー&ペーストして、ここから、これを押したら、はい、この、ページのコンテンツ2かの方にスクロールするっていう設定をすることはね、多分皆さんできるんですよ。このなってますね。スクロールというになってますね。はい。ただこうなってきた場合にメニューの開閉ができないみたいなっていう風になるというところがあるし、コンポーネント的にもちょっとそこら辺の弊害が出てくるかなみたいなのがあるのかなと思っております。はい。逆に言うとページ内のこのコンテンツにその場で干渉したいと思った場合はこのページ内もしくはこのコンテンツ内のグループにその、干渉させたいアクションがないと設定ができないんですよ。これポイントですね。もう一回言うと、要は、影響を及ぼしたいコンテンツとそれを発生させるアクションっていうのは同じ構造のブロックの中、このフレームの中とかですね、こことか、こことかの中にないと、そりゃ干渉させられないっていう話です。これがね、ポイントになってきます。はい。要するにですね、この Figma のファイルの場合だと、この、フレームと外側にあるコンポーネントっていうのは、イメージも別ファイルの状態であるというふうに思ってもらえると、ちょっと分かりやすいかなと思います。要は別次元にいるみたいな感じですかね。はい。もちろんこのコンポーネント同士のね、遷移とか設定できるんですけど、基本的にはこのページ内のコンテンツに干渉させたいって話なので、こことはもう完全に別世界にいるので、干渉できないんですよ。なので、干渉させるためには同じ世界の中、要は同じブロック構造の中、同じフレームの中とかに入れてあげないといけないっていうのがありますと。はい。で、じゃあ僕のものだとどういうふうにやったのかっていう話をしていきますね。僕の設定だとですね、まずメニューじゃなかったらヘッダーですね。このヘッダーの中にまずメニューを入れてます。はい。どういうことか。いや、お前入ってないじゃん。ね、この上のやつ入ってないじゃんって思うかもしれないですけど、入れてます。ちなみにこれはちょっと必要なのかあんま分かってないんですけど、実際に実装する場合は、ヘッダーの中にこういう開閉メニューがある場合は、それはヘッダーのブロックの中に基本的にはあります。じゃないと構造おかしいから、これ、ヘッダーっていうメニューの中のさらにサブメニューとしてこれがあるわけなんで、階層構造としてはこのブロック、メニューの中にサブメニューが入ってないと同じブロックとして扱うことができないっていうロジックですよね。同じ構造の中に入ってないので。なので、ヘッダーの中に、今回サブメニューって適当に名前つけますけど、サブメニューっていうものが入ってないといけないんですね。こういう関係性ですね。普通に普通の並んでるメニューとかも置いてあるんですけど、その中にさらに深くメニューがあるっていう、こういう構造なんですよね。なので、このヘッダーとサブメニュー別々のブロックにするってなると、これはこれでも干渉することはできないんですよ。なので基本的にはこのヘッダーっていうのの中にメニューが、これ非表示にしてますけど、はい、含まれてるっていう状態にしてます。ちょっと角丸がスタイルが別になってしまって申し訳ないんですけど、はい、っていう風にしてます。で、これ同じコンポーネント、これが入ってるようにしてるんで、要はメニューを押した時の挙動、要はスワップするこっちに
と、このメニューをまた押したらこれが閉じるっていう挙動、2つのヘッダーのこうパターンというか可変パターンみたいなのを設定しております。もっと厳密に言うと、これはこのヘッダー自体がスワップしているので、こいつだけスワップするみたいな風にした方がいいんですけど、ちょっとね、ざっくりやってます。はい。この状態で、こいつにから線を引いても別次元なので設定ができないですよね。なので、この状態のヘッダーをここにぶち込むんですよ。そうすると、このヘッダーの中にあるメニューっていうのがこのフレームの中に属すことができましたよね。要するに、この今非表示にしているこのメニューと、ね、このコンテンツっていうのが同じ次元の中に存在することができるようになったと。コンポーネントでありながらっていう状態にしてます。はい。っていうので、あとはもうこの中で遷移を設定することができるようになったので、はい、こんな感じで、こういうふうに干渉することがね、こうやってできるので、はい、この状態で設定をすると、ページ内スクロールができるというようなものになってます。がポイントとしては、干渉させたいコンテンツですね。このコンテンツとアクションっていうのは同じ次元の中、ブロックの中に存在しないと設定ができませんよね。なぜなら同じ次元にいる必要性があるから。っていうのが全体的なポイントになります。はい。っていう風に設定してもらうと、こういうね、ページ内スクロールもコンポーネントで管理しながら組めるのかなという風に思ってます。以上が、プロトタイプの設定の話ではあるんですけど、結構大事な補足として、このね、UI ですね。ちょっと今、はい、このヘッダーをクリックしたら、こういうドロップダウンみたいなメニューが出てきて、それを押すと今表示しているページコンテンツにスクロールするみたいなね。この要はグローバルナビゲーションっていうの中にこの1ページのコントローラーがあるみたいな、はい、っていう UI に対して、ちょっと僕は良くないかなと思うので、その点をちょっと話していこうかなと思います。はい。プロトタイプの仕組み自体もさっきので OK なので、この後はUI の補足として聞いてもらえればと思うんですけど、今回のポイントとして大事なのっていうのは、作用させたいコンテンツとアクションっていうのが同じ次元の中、ブロックの中にあった方がいいよねっていう話でした。で、これ質問した方がどういう UI を作ろうとしていたのかがちょっとわからないので、その辺の可否はちょっとわからないんですけど、少なくともこの仕組みだと良くなくて、UI 設計上は何が良くないかっていうと、このヘッダーっていうのはグローバルナビゲーションって基本的に呼ばれるものが来るんですね。ヘッダーのナビゲーションで。要するに、ウェブサイトであればウェブサイト全体の道案内をする。ウェブサービスであればウェブサービス全体の道案内をする、動線が来るんですよ。なんだけど、この中身ね、考えたら、これウェブサイト全体、ウェブサービス全体の話ですか？違いますよね。この今表示しているページ単体の話になってますよね。要するに、これと違うページに行った場合、ここにもしこういうね、メニューを置いてしまったと。だから検索ページがあったとしよう。検索ページに行った場合にも同じようにこのメニューがあったらどうですか？意味ないですよね。だってそのページ内にこのコンテンツってないからスクロールできないわけじゃないですか。だからその場合は要はまたさっきと一緒で、そのアクションとコンテンツっていうのが同じ次元にないんですよ。ちょっと分かりやすいようにちゃんと書くと、仮にこの検索ページがあったとして、適当に検索って変えますよ。だからこの辺にじゃあさっきのデザインのページと検索ページっていうメニューがあったとして、この検索ページと押したらこの検索っていうページに来るという時に、ここのメニューっていうのもグローバルのナビゲーションなんで追随してここが共通化するべきなんで、検索ページでもこいつは表示されるんですよ。ただこのコンテンツに押してもこれって検索ページの話ではなく、こっちのさっきのデザインしていたこっちのページの話なので、これ関係ないメニューになっちゃうんですよね。ってなるとおかしいじゃないですか。無駄じゃないですか。グローバルナビゲーションでさっき言ったようにページ全体の道案内になるのに、こいつだけ見ると、こいつはこのページだけの道案内なんですよ。要するにこれもこのコンテンツと、アクションの構造がおかしいわけなんですよね。同じブロックにないパターンが出てくる。このグローバルナビゲーションに置くと。っていうのが良くない点でございます。なのでこういうふうにページ内
あるページ内だけの、アクションなのに、ナビゲーション、グローバルのナビゲーション、ページ全体を道案内するもののナビゲーションの中に置くっていうのは良くないです。はい。なので、これは間違った UI ではあります。はい。じゃあどういう風にこの場合したらいいのかっていうと、例えばですけど、どういうのを作りたいかによるんだけど、例えばなんだけど、こういうね、Figma さんのこれブログのスクショを持ってきました。はい。Figma の公式ブログですね。で、ブログって長いんで、こういう風にね、目次を置いてたりするわけなんですよ。で、これクリックすると、この目次のところにこうスルスルスルってこう、スクロールするみたいなインタラクション、動きをするんですよね。これって、コンテンツの中に、ブロックの中にちゃんとアクションが入っている、普通の例なんですよ。つまりこの文章ね、これコンテンツここら辺じゃないですか。ちょっとはしょってますけど、切ってますけど。で、ここにずらずらずらって文章が出てくると。で、そこの、要点ね、5つありました、目次が。そこに飛んでいけるっていう目次が、このコンテンツエリアの中に目次っていうブロックとコンテンツっていうブロックがちゃんと入ってるわけじゃないですか。もっと言うとこのブロックですけどね。はい。なのでこれは、このページの中、要するにこのコンテンツの中のアクションっていう風な構造になってるんで、これはもちろん OK なんですよね。こういう風に今回のようにブログとかの場合でスクロールした場合はですけど、やらなきゃいけないですし、このページ内だけの遷移の場合はやっぱりこのブロックの中に、やっぱこういうね、こうナビゲーションを置いてあげなきゃいけなかったのかなとは思います。いけなかったというか、いけないですね。はい。っていうのが一応ありますので、この辺ちゃんとね、UI 作りながら学んでもらえるといいかなと思います。はい、でちなみにこの辺の話はですね、私がやってる Bono っていうサービスの情報設計というですね、カテゴリーが、ございます。そのあたりの、デザインのコンテンツで、やってますね。こういうゼロから始める UI 情報設計とか、特に今回とこれとかね、使いやすい UI の秘密っていうものがね、レイアウト関連であるんですけど、こちらのどういうふうにアクションを置くのかとか、ナビゲーションの役割とかっていうね、話とか、アクションどういうふうに置くとか、ナビゲーションの基本とかっていうところをやってますので、この辺の内容ね、やってもらえるとありがたいかなとか、学べることが多いかなとは思います。もしこの辺の分野に疎い方がもしいらっしゃったらですね、こちらですね、Bonoの使いやすい UI の秘密っていうですね、UI デザインのカテゴリーの中にある、ミニコースがございますので、こちらね、ぜひ覗いてもらえるといいかなと思います。一部ね、無料で見れるものもありますので、どんな感じのことをやるかなっていうのは、この辺見てもらえるとわかるかなと思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。YouTube の動画が無料には基本的になっております。はい、それではですね、今回のまとめなんですけど、ページ内スクロールコンポーネントでやる場合の、ポイントとしましては、これですね、アクションとコンテンツを同じ構造内に設置しようっていう、ところを考えてもらえるといいかなというところでした。はい、外側のね、ブロックの中に、フレームでしょうか、Figma で言うと、中にあるとね、こういうふうに干渉することができないのでね、プロトタイプの機能が。なので、ちゃんとこの、干渉させたいブロックの中に置けるようなコンテンツのコンポーネントの、パターンの登録をしてもらえればうまく動かすことができるかなというところでした。はい、今回のポイントとしては、アクションとそれが操作作用するコンテンツっていうのは同じ構造内に基本的にはないといけない。同じ無着にないといけないっていうのがUI の基本的なルールとしてあるかなと思いますので、そちら意識してもらえるといいかなと思っております。はい、私のチャンネルでですね、こういうふうにデジタル系のデザインについて詳しくやっておりますので、今日の動画でね、なるほどね、アクションとコンテンツの関係性ってちゃんとあるんだなって思った、知った方とか、もしね、ためになった方いらっしゃったら、ぜひ、高評価で教えてください。あとコメントで質問とかもお待ちしてますので、はい、ぜひね、答えていきたいと思ってますので、何かあったら、もしコメントよろしくお願いします。あとはチャンネル登録もね、応援してもらえるとありがたいです。すごい弱小分野、もうすごいニッチな分野だと思うのでね、はい、皆さんの応援がよりコンテンツを出そうかなという、気持ちになりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、良いデザインライフをお送りください。それでは。動画を見てくださってありがとうございました。僕がやっている Bono というですね、UI と UX デザインのコミュニティというものがあります。そこではメンバー限定のコンテンツと、コミュニティの質問とかフィードバックっていうのをやっております。コンテンツでは僕がビジュアルを作る前からどうやったらユーザーさんに届けるのかっていうところからね、デザインをするっていうフローを全て公開する実践的なコンテンツをやっていたりとか、自分でお題を解いてそれをチャレンジできるような、身につけた知識を実践アウトプットできるようなコンテンツを用意して
います。で、コミュニティの方では質問にキャリアだったりとか、自分の作ったもののフィードバックだったりとか、本当に何でもお答えするっていうものをやっております。概要欄からボノについては、チェックできますので、UI デザインとか UX デザインに興味のある方はぜひね、チェックしてみてください。